皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。本日の動画はじゃん。はい、こちらね、最新ベイのシルバーウルフ、先日ねリリースされたばかりなんですけども、皆さんこちらゲットしましたでしょうか。はい、こちらね、ユニークラインから登場したフリー回転特化のベイブレードとなっていたんですけれども、想像してたねフリー回転とはね若干異なっていた。これはね僕の率直な感想ではあるんですけれども、とは言いつつブレード単体で見た時のこのね形状でしたり、あとは重量ですね、そしてバランスといった、バトルのね実用性といった面ではね、すごくねいいポテンシャルがあるんじゃないかと思っております。そんなわけで今回は、こちらのシルバーウルフについて僕がおすすめしたいカスタム3選ね、今から皆さんにお伝えしていこうかと思っております。ぜひですね最後までご覧になってください。はい、まず最初にですね、こちらのシルバーウルフの、ブレードのね、特徴を、ざっくりご説明した上で、今回ですねこのシルバーウルフをこんな感じで、3on3 デッキですね、運用するのがいいんじゃないかっていうね、僕の意見をしっかり皆さんにお届けしたいなと思っております。なので今回はね 3on3 デッキで運用するカスタム3選、今からご紹介するカスタムの、メリットデメリット、そんなねポイントをね皆さんにお伝えしていきたいなと思っております。はい、それではまずこちらのシルバーウルフのブレードのね特徴からお話ししていきます。まずですね、重量です。重量は36点、これ 90g 台なんですけれども、ほぼですね 37g 台の重量となっております。これはですねウィザードロットよりも約 2g弱ね重い個体となっておりまして、その上アタックタイプに多い、38g の重量級ブレードとかなりね張り合える重量感となっております。しかもそれでいてブレード自体の形状も比較的、全体が滑らかで、より受け流し性能が良さそうな印象です。であとはですねこちらのブレードのバランス自体もですね、比較的綺麗で内重心となっており、カスタムした時のブレがね少なく組みやすいパーツかなというふうに思いました。で今回ですねこちらフリー回転をコンセプトとしていたんだけれども、はっきり言ってしまうと、想像していたフリー回転っぽさっていうのは、あんまりないかな。期待はしていないんだけれども、もうちょっとねスルッとフリー回転するんであれば、左ベイのコバルトドラグーンとの送り合いで、最後ね回転を与えないメリットがねあるんじゃないかなっていうふうに思いました。今回ですね僕がこのシルバーウルフに求めている役割としては、やはりですねアタックベイに対して、ディフェンシブなね、運用をしてスピンで1ポイント稼げること、これをね期待したいなというふうに思っております。それではですねご紹介する1機目のカスタムはこちらになります。シルバーウルフ 960H。 はい、こちらヘキサビットの軸先側の平面形状がベイの傾きを抑制し、常に安定した体勢を確保し続ける設計ということで、姿勢保持によってアタックを耐えつつスピンを取るためのカスタムです。こちらはですね960によって後半も最後の転がりができて粘れる動きを再現してくれて、送り合いもね取れるようになっております。あとはですねこのビットのバースト耐性も高く設定されているっていうね、そういったメリットもあると思っております。ネガティブポイントとしては対スタミナベイトの同回転、特にですねウィザードロットのボールに対しては、ほぼスピンはね勝ち取ることは厳しいっていった感じですね。姿勢保持はするんだけれども、傾いた時のスタミナロスは気になるかなっていった感じです。はい、それではね続いては2機目はこちらになります。シルバーウルフ 560FB。 はい、こちらね付属していた新規パーツの F ビット、ラチェットに対してフリー回転するビットということで、細めで球状の軸先により回転ロスを減らすね設計になっております。軸先がね細いのでアタックに弾かれてもちゃんとね中心に戻ってきて回転力をね保持している印象です。ボールビット特有のアタックを回避される動きも再現できて、安定した回転が得られます。それからラチェットを560にすることによって遠心力を上げてより安定した回転になっている印象です。でこちらのデメリットはボールビットと違って後半ですね姿勢を崩すと、そこから一気に減速してしまいます。やはりですねこのウィザードロットの遠心力には同回転はねやっぱかなわないかなっていう感じです。はい、それではね最後はこちらになります。シルバーウルフ 960HN。 こちらはですねニードルビットよりも1ミリ高く設計され、傾きによるカウンター力を高めた
ハイニードルビット。この緩やかな軸先の傾斜角度によって傾いても後半までねスピンを維持することが可能です。アタックに対して傾いた姿勢を取りつつシルバーウルフのブレードの面で受けていなして、スピンを取るカスタムとなっております。このですね960のおかげで倒れた後の転がりもめちゃめちゃ良好だったと思います。ネガティブポイント、それはですねやはりウィザードロットに対しての同回転は不利かなっていった印象。どれだけねブレなくバランスよく組んでも遠心力の粘りには及ばなかったかなというふうに思います。あとはねビット抜けバーストがね懸念している部分かなといった感じかなっていうのが、今回のこちらのカスタムの特徴になっております。はい、本日はねベイブレード X から最新ベイのこちらシルバーウルフのねおすすめ改造についてお話ししていったんですけど、皆さん本日の動画いかがだったでしょうか。それでは最後にですねこちらのシルバーウルフの良かったこと、それからデメリットねまとめていきます。こちらですね、シルバーウルフの、ブレードの個性としては、ウィザードロットよりも重い、37g にね近い重量、それからですね、見ていただければわかるんですけれども、これ非常にねなだらかな形状なんですね。でおまけにこのフリー回転ギミックということで、おそらくアタックとしてね運用するっていう方はね、少ないと思っております。仮にですねこれアタック運用したとしても弾く性能がですね、非常に弱いのであまりメリットを感じられないと。あと良かったこととしては、比較的ねブレが少なく、安定してね回転してはいたんだけれども、同回転は、ウィザードロットのね遠心力、強いので、そこに勝ちに行くっていうのはかなりハードルが高いかなっていう印象でした。とはいえ、ディフェンシティブな運用であればかなりね今回使いやすいブレードだったんじゃないかなって個人的には思っております。あとは今回ねラチェットも960だったり、560でね、ご紹介させてもらっていたんですけれども、別に低身長の高さでねいいんじゃないかなと思っております。はい、皆さんもねぜひねコメント欄で、こちらのおすすめのカスタムね、紹介してもらいつつ、今後のね皆さんの参考になればね嬉しいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね今回こちらのシルバーウルフの、おすすめの改造ね3選皆さんにお伝えしていきました。今回いかがだったでしょうか。それから最後にですねお知らせが一つあります。今回ですね、僕がいつもね公式大会、参加撮影させてもらっていますおもちゃハウスだるま屋さんですね、なんとですね11月24日日曜日に、僕ルカチャンネル主催の S1 大会が、2部ね開催が決定しました。ありがとうございます。今回ですね、11月から年度末にかけて、オープン大会の方がね、店舗でないよっていうことで、皆さんがですね、大会の方ね、もうめちゃめちゃやっぱ参加したいって思いがね、強いみたいなので、今回ね、代わりに僕が S1 大会の主催をさせていただくことになりました。エントリーの方はですね、大会24日の1週間前ですね、店舗でのエントリーのみとなっております。なので1週間前に店舗の、1階のねカウンターにレジの前に行っていただいて、大会参加したいということでエントリーの方をお願いします。今回ね、オープン大会ということで、小学生以上の方がね、参加可能となっております。皆さん特に、地元の方お待ちしておりますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、こんな感じで本日最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。このルカチャンネルではですねベイブレード X の最新情報や商品レビュー、それからイベントの映像、そしてシネマティックなベイブレード X の映像表現もやっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。Somewhere out there, keep searching everywhere, 'cause nothing